はい、このビデオではね、リーディングストラテジーのビデオです。書いた人の気持ちを表すと書いてありますね、ここにね。これ何かというと、リーディングの文章をテストでね、読んだ時に、この括弧に言葉を選んで入れる時がありますね。そういうテストの問題にも使える考え方ですのでね、よく見てください。書いた人の気持ちを表す言葉とか、表現に注意しましょうということです。例えばその文章の中で、ポジティブなことが書いてあったのか、それともネガティブなことが書いてあるのか。またその初めはポジティブなことを書いて始まったんだけども最後にネガティブな表現で終わったのか。これ結構ね大事です。例えば日本は安全な国だと思った。ね。日本は安全ですっていうプラスな表現から始まって最後はでもこんなことがあって嫌だったとかね。そういうね、ネガティブな表現に変わる時がたまにありますからね。その表現にね、注意して、文章を読んでください。それが一つのスキルです。例えば、N4 レベルの簡単なプラスの言葉だと、明るいとか真面目なとか楽しい、賑やかな、一生懸命、かっこいいと。これプラスな表現ですよね。かなりポジティブな表現。これは結構わかりやすいと思います。次とは可能形ですね。できるとか。それから何々したい。これもホープなのでね。ホープアスピレーションなので、ポジティブですよね。それからわかるとかね。わかりますというと、やっぱわからない。で、これちょっとわからないってネガティブですよね。それから勝つ。勝つ。興味がある。これもやっぱりちょっとポジティブな言葉に入るのかなと思ったのでね、紹介しました。ポジティブな、言葉はね、やっぱり形容詞に多い、いい形容詞、な形容詞に多いので、一旦ね、ポジティブかネガティブかっていうのは、少し考えてみるといいでしょうね。多分ね、学校で勉強している人はこうやって教科書を学校で買って使っていると思うんです。教科書の最後の方にはね、だいたいこのボキャブラリーインデックスがあって、そこに全部出ているので、本当にね、時間があるときに一回全部見てね、これはポジティブかな、プラスかな、マイナスかなっていうのを簡単にチェックしておくと結構いいかもしれないです。じゃあ次にね、ちょっとネガティブな言葉も少し紹介します。形容詞だけで本当はもっとあるんですけど、寂しい、つまらない、悪い、うるさい、意地悪、汚い、そして暗いと。やっぱこういう表現が出たら大体ネガティブな表現ですよね。だから今、書いている人。書いた人ね。文字を書いた人。そのセンテンスを書いた人は、どんな気持ちで今いるのか。それを考えながらね、読んでみてください。はい、このビデオでね、リーディングストラテジーで書いた人の気持ちを表す、その言葉とか、表現にね、ちょっと注意して読みましょうというね、話を紹介しました。前のビデオもね、この次のビデオもね、全部が関係していって、次もう最後まで見たときに、そうなのかと分かるようになると思いますのでね、次のビデオもね、